こんにちは。ビーフローのマリコです。ともやです。いつもビーフローチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日4月の16日、ビーフロー9周年を迎えました。いや、これまで続けてこれているのも本当に視聴者様、そして応援してくださる皆様方のおかげです。本当にいつもありがとうございます。今日はですね、この9年間の振り返りとともに、最後の最後でですね、大切なお知らせご報告がありますので、ぜひこの動画最後までご視聴ください。はい。いや、9年間ってすごい長いじゃないですか。まさかね、こんなに続けるとは思ってもなかったね。思ってなかったね。この YouTube というのは2016年の4月に、始めたんですけども、ちょうどね、私が2015年の3月に、サラリーマンを退職して、新しいなんかビジネスを自分でやろうと思ってたタイミングで、ちょうどマリコさんがね、第一子を妊娠して、でマリコさんもインストラクターの仕事を辞めて、お互いに無職だったんですよ。でその時にじゃあマリコさんの、レッスン、私通ってたので、それを見て、これはちょっと自分で集客した方がいいんじゃないのっていうのを思って、それで何かこうできることないかなって探してて、YouTube っていうのを使って、これで自分で集客した方がいいじゃんっていうのを最初に提案したんですよ。そうですね。それがきっかけなんですよね。はい、もうなんか、そのオンライン、その YouTube をやろうっていうのを、もう私はなんか妊娠中からずっと言われてたんですけれども、言ってたね。なんか、もう全くよく分かってなくて、そもそも私がアナログ人間ということもあって、その当時はね YouTube すら何っていう感じで、全くね、なんかこう人がいないのにそのカメラに向かってやって、こう何が楽しいのみたいなね、ずっとなんかそんな感じで断り続けてて、で出産をきっかけにね、やっぱこれは子育てしながら今までとね同じように契約を結んで働き続けるのはちょっと大変なことだなって思って、ね、もう自分でね開催してやるスタイルにしたくて、そのきっかけとして、YouTube をね私も始めてみようかなっていう。ちょっとふわっとした感じ。最初はめちゃくちゃ疑心暗鬼って感じだったんだよね。もうなんか言われるがままにね、もうめっちゃアナログ人間で携帯のアプリ LINE しか入ってなかったから、YouTube って何って見たこともない感じだったんですよ。いろいろそういう世界が怖くて仕方ない人だったので、私はねYouTube 結構その時からもう使っていて、結構いろいろ新しいビジネスを考えていくときに参考にしてたんですよね。YouTube ですごいね勉強とかしてたり、なんか投資関係のチャンネルとかいろいろ見たりしてやってたので、これは使えるなと思って始めたんですよ。それが2016年、今からちょうど9年前、もうちょっと前かな。準備期間が2015年の夏ぐらいからね、始めてたので、9年半ぐらい前に始めました。でようやくね2016年4月に第1本目の動画、バレエトン肩スッキリっていうね動画懐かしいですね、あれを公開しましたね。めちゃくちゃ挨拶とかもね、片言というか、なんか笑っちゃうぐらいね、挨拶めっちゃ撮り直したよね。もう顔が硬くて、表情が硬すぎるって、撮り直したね、何回も。その時はねちょうど生まれたばかりのまだ1歳にも満たないね、産後半年とか数ヶ月のね子供を抱えながらだったので、結構泣くじゃない。だから撮影が始まる前までマリコはこう抱っこをしてて、でレックボタンを押して動画のね、これから動画始めます、カチャって押して、でこうマリコから娘を預かって当時多分撮影の時は娘がまだ4、5ヶ月とかかな。いや懐かしいね。懐かしいですね。それでね受け取って、で私はベビーカーに乗せて、そのなんか撮影する場所のね周りをぐる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 ベビーカーで回って、で終わったら今度写真とかね、挨拶を取りにもう一回戻ってカメラをセットアップしてっていうのをしばらくやってて、最初ねもうバレトンが大好きだったから、マリコさんもともとヨガよりもバレトンのインストラクターメインでフリーで活動してたので、そうだね、なんかヨガは合間にちょっと自分のストレッチ的な感じで、クラス受け持ってたんですけれども、そこまでねこう
本腰入れてないというか自分的にはもうバレトンメインでがっつりやってたのでやっぱ YouTube もねバレトン広げたくて、その思いでねやったのが強くて最初はもうずっとバレトンばっかりでしたね。そうバレトンマリコはバレトンがね、やりたくてで私はね、気づいたんですよ。朝ヨガとかねいくつかヨガの動画を出していったら、これはちょっと伸びるなというのを数字で判断して、もう絶対ヨガをやった方がいいよっていうのを言い続けて、それでしばらくね平行線をたどるんだよね。バレトンとヨガを交互に出していくっていうのが結構1年ぐらい続いていってでようやくねそう1年経った時に決着がつくと。そうですね。もう絶対ヨガの方がいい明らかに私から見てもね、数値的にそれでマリコも納得して、ヨガを多めにね、やるようになったんですよね。もともと智也さんは前職がこう、数字をね見る仕事なんでしたっけ？昔はね、全然映像を撮るとかそういうことを全くやったこともなくて、趣味でねなんか旅行の動画を撮ったり、なんか結婚式のなんかそういう映像を作ったりっていうのをやってたりはしたんですけれども、もう本職はねアナリストなんですよ、ファイナンスの。なのでもともと数字を見るのが得意というかね分析とかそういうのがすごい得意で、だから YouTube の方も YouTube アナリティクスで数字をこまめに見ていくと、どうしたら伸びていくかっていうのがすぐ分かるので、これやればいいじゃんっていうのは、なんかねそう、それがねこうビーフローをこうどんどんね、大きくしてくれてる、一番のきっかけというか、そういう分析があってねくれるからこそね、成り立ってるかなって思いますね。このまま私がねずっとバレトンだけ上げ続けてもね全く伸びなかったと思うし、知られなかったと思うし、そんな感じでねヨガにどんどんシフトしてきました。そんなことはなくて、マリコの実力もね、あったからこそ、最初からね私はそこに目をつけてね、普通にフィットネスクラブで働いてたんですよ。でマリコのレッスンはすごく人気があって、私も出てて、これはめちゃめちゃ人気があるのに、で給料聞いた時にびっくりしたの。1レッスンそれだけしかもらってないのって、もう驚愕の低賃金で働いてたから、これはちょっとないんじゃないと思って、で自分で集客するっていうのを提案したんですよ。で私の当初のミッションはマリコの収入を10倍にするっていうことをずっと言っていて、それはね達成できたと思うんですけれども、そうですね、なのでお互いにねこういろんなスキルをね高め合って、私も最初、もう動画のクオリティめっちゃ今から見るとすごい低いじゃん、ね。当時からいろいろ工夫はしていて、一眼で撮ったりしてたんですけれども、今から見るとね、めちゃくちゃクオリティが低い。で今の動画っていうのは自分なりにねもう9年間ねやってきて、カメラも変えつつね、もう試行錯誤しながらやってきたので、かなりね映像綺麗だと思うんですけれども、本当ね、最初はもう撮影というかもう何にも分からず、こう照明とかも今はちゃんと照明をねこう当てて撮影してるんですけども、そういう段階から全くよく分からなくて、なんとなくこの大きい、よくモデルさんとかの撮影で使用してるレフ板をまず買ってみて、でも買ったものの2人ともどうやって使っていいのかよく分からなくて、ちょっと気休めにそのレフ板に太陽の光を当てて私の方に向けてみたりとかね、そんな中今振り返ればもう笑っちゃうぐらいの試行錯誤を重ねながらね、やってた全部私ね独学なんですよ。そうなんですよ、それもすごいよね。カメラについては結構独学で、それもねほぼ YouTube で学んできたので、皆さんがヨガを学ぶように私もね、カメラの技術は YouTube で学んできて、なんとかね今に至るという感じですね。そうですね、この9年間の中には、やっぱりいろいろ失敗談も多くね、ありますが、失敗談といえば、もう最初始めてから1年後にね初めて遠征に行くんだよね、ちょうど1年後沖縄でね、綺麗な沖縄綺麗じゃないですか、ビーチとか
やっぱりヨガとね、そのビーチって結構相性がいいから、自然ってね、だから沖縄の綺麗なビーチでビーチをバックに撮影するってね、撮ろうって言って、もうすごい気合い入れてね、最初お台場のね、海浜公園、あそこビーチあるから、そこで練習していって、よしと思って沖縄行ったんだよね。そうなんです、まあ、そこではね結構ダイエットプログラムを6本ぐらい考えていって、まあ、これを取るぞって感じで気合い入れていって、まあ、それがね全部6本分何でしたっけね、あれカメラの太陽の光が強すぎたのかな、6本分、もう全部ボツで全く撮ったんですよ、一応撮って、全く使えないっていうね。いやいや一応ね私なりに基準があって、いやこれぐらいの映像だったら使っていいとか使っちゃダメっていうのはあるんですよ、で一応6本撮れたの、一応撮ってきたよね、一応撮って一応その通りにやればちゃんと運動はできるんだけど、なんか家で撮った方がよくねみたいな散々なんか日の光を浴びながら、紫外線浴びて大変だったんですけど、汗だくになりながらね、全部ボツったね、しかもその時その海の前で撮るってのが初めてで、その潮の満ち引きとかもね全くよく分かってなくて、結構波際ギリギリにマットを引いてやってたら、もうなんかどんどん潮が満ちてきて、もうなんか濡れるぐらいの勢いで波が引き寄せてきてね、そんな失敗談もありましたね。ねえ大丈夫？すごいなんか近くになってきたんだけど、水が怖い。まあそういった経験もありつつね、今に生きてるっていうのはあるので、あれも無駄じゃなかった、ね、あれもね、学びとなって、で翌年、セブンデイズダイエットっていうね、ダイエットプログラムを、海外でね撮影して、初めてのダイエットプログラム、本格的なダイエットプログラムをタイのクラビ、ピピ島、プーケットで撮影したんですよね、でも3週間ぐらいかけてね、2歳の娘抱えてね、めちゃくちゃ楽しかったけれども、大変だったよね、撮影が。撮影はね大変だったけど、でもやっぱ綺麗な、映像として残せて、あれは成功だよね。そうだね。でちょうどセブンデイズダイエット、2018年の1月に、タイに行ってね撮影して、その年の5月に、オンラインサロンっていう、今では当たり前なんですけども、当時はねやってる人まだ全然少なくて、オンラインサロンもうこれから来るだろうなっていうのが分かって、それで始めるんですよね。このセブンデイズダイエットを、オンラインサロンで、みんなで一緒に運動してダイエットしましょうっていう、そういう企画でオンラインサロンを始めたんですよね。そしたら結構多くの方がね、入ってくださって、一緒に、運動しながらね、やっていくっていう、そういう流れがね、できてきましたよね。やっぱオンラインサロンをこう作ったことですごくこう、当時 B ライフをね好きな方がいっぱい来てくれて、この横のつながりっていうのもねすごく仲間同士のつながりはみたいのもすごく出来上がってきて、それもすごく嬉しい光景でしたね。そうだね、それまではね一方通行でね配信だけしてたんですけれども、本当にお客さん同士がねこうつながって、そこでコミュニティができていくっていうのがやっぱり新しい流れでしたね。そこでやっぱその交流の大切さだったり、楽しさっていうのが私たち自身もすごく、実感することができました。でそのセブンデイズダイエットがすごく好評で、もうちょっとレベルアップしたものを、その2年後1年後1年後にね、マレーシアのランカウイ島でホープっていう、これは結構激きつのプログラム、かなり伝説のねダイエットプログラムができましたね。このホープの撮影の時も、結構いろいろ大変なことがあったね。なんか島だったので、その時はねダイエットプログラムと、あとなんかインヨガとかも撮影してて、そのリラックス系の時に、なんかすごい猿が行き交ってきてそうインヨガの時に大量の猿が山から降りてきて
マリコがこうやって静止してるところをねぐるぐる猿が回ってるっていうそういうシーンもありましたよね。でもなんか私は目閉じながらね、なんかポーズしてるので、だからその時は全然気づいてなくて、なんとなく猿がなんか近くに来てんなとか思ってたんですけれども、後からなんか映像を振り返るとなんかもうめちゃくちゃ近くに頭のとこ横切ってたりとかして、なんかそんなハプニングもねありつつ面白かった。あれはねなんか多分大丈夫だろうって思いながらずっと見てました。でなんかこう危害を加えそうだったらやめようかなと思って、そんな猿だからさ人間のところ近寄ってなんかしたりしないじゃん。でも結構近くにいたよね。結構近かった私もあんま気づいてなかったけどはい。でその時にね、ドローンを初めて導入したんですよ。そうだね。だからかっこいいオープニング動画を撮ろうと思って、もうドローンを買って、もう本当にそれもね独学でドローン操縦してね、もう上からかっこいいヨガのシーンをね、撮ったりっていう。そうですね、はい、そんなこともやりつつ、はい、作りましたね、めちゃめちゃ大変でした、はい、やっぱビーチでの撮影は結構それまでの、ね、準備が大変で、なんかその太陽が昇る時間を待ったりとか、結構朝早くから準備してて、であんまこう上がりすぎてカンカン照りになると、私も嫌だしこう映像的にね光で飛んじゃうので、なんか絶妙な時間でしか撮れないんだよね。そうだね、一応その行く前に全部ね私計算していくんですよ、だからまず Google マップで、まずどの国に行くか、まず決めて、で、どの辺で撮れるかっていうのを Google マップで検索して、でここで撮れそうだなっていうところの近くにホテルを取って、で潮の満ち引きも現地に行ったらここが満潮干潮もうタイドグラフってあるんですね。そこでこう今の時間は低いとか高いとか、はい、そういうのを判断しながらできるだけね波打ち際で撮りたいんですよ。なんか波打ち際から離れるとねなんか砂だけになっちゃうから、やっぱりできるだけねその水、はい、海の近くにいて撮りたいから、そのタイドグラフが結構重要で、そういうのもねすごい見てましたね。もうね今のお話聞いて分かるように、ビーフローの動画には智也さんのこのこだわりがねいっぱい詰まってますね。こだわだから最初はね結構ボツにするやつが多くて、ね、せっかく撮ったのにってね。だからそれでちょっと喧嘩したり、私はいいのに、ね、私は良くないなって思ったらこれボツみたいな感じで、最近はねもうないあんまなくて、最近はね撮る前に分かる、ここの画角で撮ったら逆光でこれは良くないから、もうここは撮らないとか、もうそういうのは分かるんで、最近はねボツはなくてもうそこでは撮らないってなるんですけど、以前はねよく分からなかったので、もう撮ってみてお蔵入りってなったらボツにしたりとかしてましたね。ね、今まで何本ぐらいあったことかね、お蔵入り。お蔵入り初期はその沖縄をはじめとして結構あったと思うんですけど、最近はねあんまりないと思うんですよね。そもそも撮れないって思ったらもう撮らないしね。そうですね。はい、そんな感じでね、海外での撮影もタイとかマレーシア、あとオーストラリアとかさ、ハワイ島とかね、いっぱい、結構行けてたじゃない。はい、あれも良かったよね。オーストラリアも結構東海岸ぐるっと回って、メルボルンからさ、上の方はハミルトン島とかね、あそこもすごい良かったよね。そのあたりもかなり前だけど Vlog として残せてるので、もしねご興味ある方はご覧ください。ハワイ島とオーストラリアね。そうですね。でその後に2020年2月にフィリピンに行くんだよね。そっか、もうそこでフィリピンか。はい。そう、フィリピンではね私たち1ヶ月、当時娘が3歳かなあれ。で親子3人で語学留学。4歳だね娘。4歳もなってないでしょ。2015年生まれだから4歳です。4歳か。はい。そうなんです。3人でね語学留学って言って、なんか寮みたいなところで過ごして。いやそれ私がそれをやりたかったのは、娘もね4歳でちょっと英語に触れさせたかったっていうのもあるんですけど、当時 B ライフね、B ライフの国際展開、海外展開を考えて、将来的にこれ
英語でマリコがね、英語でインストラクションできたらこれ世界に行けると思ったんですよ、だって動きはね世界共通だから、英語さえ喋れればもっと広がると、だからじゃあ英語あんまできないから、ちょっと一緒に行って、なんかできないかなと思って1ヶ月フィリピン留学したんですよね、2月に、そしたらなんかねどんどん韓国人がまず減っていくでしょ、クラスから韓国人が、あれと思って、なんか韓国の方が最初になんかコロナですね、コロナでね、どんどん帰国せざるを得なくなって、で我々もあれなんかおかしいぞってなって、でちょうどエルニドで撮影してたんだよね。そうです、ちょうどその語学留学の1ヶ月の期間が終わって、セブ島からエルニドっていうちょっと離島の方にね、その前にボラカイ島とかも行ってるんだけど、ボラカイ島、エルニド、その辺で撮影してたんですよ、そしたらどんどん島からね、人間がいなくなって、最後エルニドの島に取り残されたのが、我々家族と韓国人のカップル、その2組だけであれみたいなね、そうあれなんか誰もいない、最後こんなで島に2組だけになってると思ってちょっと怖かったよね。それで最終日ね、もうこれ早く行かなきゃってことで、スピードボートでエルニドの空港に行って、マニラに行って、でマニラから日本に帰るんですけれども、そのマニラの、フィリピンの大統領はね、もうこれはロックダウンだと、でマニラロックダウンしますって言った前日に、ギリギリ帰ってこれたんだよね。そうですね。であれ1日ずれてたらもうマニラ空港が封鎖されて1ヶ月マニラ生活で、びっくりですね、本当ギリギリのタイミングでね、ギリギリ帰ってきて、そのエルニドから空港までのスピードボードもう半端ないスピード感で、もうなんか娘も吹っ飛びそうなくらい、めっちゃ捕まえながら、ね、帰国しましたね。いい思い出ですね。で帰ったらね、案の定というかコロナになってというか、日本中がもう4月にね緊急事態宣言が出されて、もうずっと自粛、でもう4、5、6、もう3ヶ月ぐらい家で過ごすっていう期間、その期間に我々も何かできないかなと思って始めたのが YouTube ライブね。そうですね、それまでオンラインサロンでしかやってなかったライブを、もう YouTube ライブで毎週ね、毎週のようにやってましたね。週2回ぐらいやってたんじゃないかな、あの頃。1日2回やってた時とかもあるよね。そんな時もある。なんか、午前中だけで2回やったりとか。本当。ありましたよね。あったっけ？あった。結構その時からね、YouTube ライブにも力を入れて、それでなりましたね。結構ね、視聴者さんの中には、そのコロナをきっかけで私たちを知っていただいて、今もね習慣にしてますって方もたくさんいらっしゃると思います。そうですね、その時に結構コロナ前はね、70万人ぐらいの登録者だったんですけれども、コロナで一気にねもう 3,4 ヶ月で100万人超えまでいってね、本当にその期間にね多くの方に知っていただいたっていうのがあって嬉しかったですね。でもそのコロナの中のね YouTube ライブはやっぱりなんだろう、みんなすごくねお家から出れなくて孤独だったと思うんですけれども、なんかそう YouTube ライブをやることで、やっぱなんかこうコメントのやり取りだけでもすごく皆様とのつながりを感じたりとか、なんかそういう深いつながりをね感じられた期間でしたね。確かにね。でその年その年っていうかそのコロナ禍の1年目の1月に、コネクトっていうね30日プログラムをやったりもしたよね。ありましたね、コネクトね。それで1ヶ月プログラム。1ヶ月プログラム、でちょうどその時さ、妊娠してたじゃん、第2子。そうなんですよ。そのコネクトを作ってる時がもうだから妊娠してるから、結構なんかお腹もふっから目立ってる感じのプログラムでしたね、あれね。そうだね。それで結構頑張って30日プログラムっていうのをやって、それでコネクトで結構その時にね、やっぱりオンラインサロンに入ってくださる方が多くて、やっぱコネクトを通してまたねこうコミュニティが結構大きくなっていったっていうのがありますよね。でその年の3月にね第2子を出産して2021年の3月2021年3月11ですね。これもさもともとなんか記念にってことで出産動画を撮ろうっていうのを
思っていて、結構頑張って私撮ったんですね。ドキュメンタリーチックな、ドキュメンタリー動画を撮って、もう病院行くのにこんなでっかい一眼カメラを抱えてさ、今からどこに何しに行くのみたいな感じでさいや本当に、ね、あれでも私は軽く陣痛が来て、これからねもう病院に入りますって時に、なんかすごいカメラをこうぶら下げて、なんか観光客ですかみたいな感じのルックスでいやもうなんかすごいなんかガンマイクつけてもうプロの撮影機材みたいな感じでさ、その状態で一緒に病院に行きましたから、病院に行くっていうね今陣痛タクシーを待ってます。はい、タクシー待ちなんだけど、なんかこの観光見たら面白くて、もう何しに行くってマリコの付き添いで病院まで行くんだけどこれ持ってさ産婦人科行く人いないと思うんだよね。普通に観光みたいだよこれこんなごっついレンズつけて、やばい、私が笑っちゃってめっちゃブレてんだけど、これね今何マリコの出産風景をちょっと撮影してます。野鳥の会ですか。はい、じゃあ行きましょう。で動画も私、過去一、もうこの9年間やってきて、過去一大変だった動画なの。あれはね、撮るのも大変だし、編集も大変だし、編集も自分なりにすごい工夫してね、いろいろ神話の法則とか、結構テクニックを加味してねその感動するように作ったんで、あれすごい見てほしいんですよね、もう一回。サムネイルで「誕生」っていうね、あれすごい大変だったんですよ本当にあれ見てほしいな。でもあれはすごく私たち、家族にとっては記念に残るというか、やっぱその時しかそうだね、残せないものなので、今でもねものすごく良い記念になっております。あれは本当今でもね良かったと思う、撮って、たまにねたまにというか息子の誕生日の時とか、やっぱ見返すとすごく感慨深いものがあるというか、ね、懐かしさもあふれ、ね、こんなんだったなっていうのも思い出しますしね。なんかよく動画は資産って言われるんですけれども、YouTube 上でね、YouTube にね動画作って置いとくと、それが見られて、広告収益が回って、それがお金に変わるっていうので動画は資産って言われるんですけれども、また違う意味でね、私としてはその動画を作ることで、その動画ね、家族の動画、息子がね、今4歳ですけれども、10歳とか20歳とか、育っていった時にそれを見ることによってまた感じるじゃない、何かを。で家族でも見て、その当時その息子のね出産っていうのをみんなで振り返ったりするっていう、その貴重な時間が将来生まれるっていうことで、それはなんか心の資産っていうかね、私にとってはすごいね大きいんですよ。お金以上にその動画の価値っていうのがあるものなので、こういった動画を今後もね作っていきたいなっていうふうに思ってますね。こう残しておくとなんか全く忘れてることとかも、思い出せますし。そうなんですよ、だから、よくね写真とかねスマホでもうパシャパシャ撮れるようになって便利になったけど、写真でも動画でもやっぱりあれはねちゃんと加工して編集して残しておかないと、将来にわたってちゃんと見ないから。やっぱ写真もそうだけどさ、よくね、気軽にスマホとかで撮るけど、やっぱ現像しないとみんな見ないもんね。そうですね、だからそういったねやっぱ扱いがね動画とか写真はすごく重要ですよね。そんな感じで第2子が生まれて、コロナ禍はね少しずつ落ち着いてきて、我々もちょっとずつね海外に行けるようになってきたと。そうですね。で去年はタイに2回行きましたね。チェンマイとサムイと、なぜか2回行ったり、あとねもうヨーロッパずっと行きたかったんですけども、ヨーロッパに1ヶ月間行って8カ国回りましたね。そうですね、去年。その様子をとめやチャンネルのね Vlog でも上げてますので、そうタイのチェンマイあたりから、私もB フローはね、2人でやってるチャンネルなんですけど、ヨガ専門のチャンネル、ほぼね。でそれ以外に、我々いろんなところに行ったりするし、私も一応ヨガやったりするので、そういったものをね
移すために、はい、自分のチャンネルを1年ちょっと前に立ち上げました。はい、なので、そこにそれ以降のね旅の Vlog 動画ですとか、私の、初心者向けのヨガとかもありますので、ぜひご覧ください。興味ある方はね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、最近ではね、ヨーロッパ回った後に、ヨーロッパの動画 Vlog 動画全部も上げて、でこの後ニュージーランド、そうですね、ニュージーランド年末年始ニュージーランドに行ってきた映像とか、あと最近ではフィジーに行ってきた動画とかもね、これから上げていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。そんなこんなで、現在に至るということですね。はい、9年間ざっと振り返ってきましたが、はい、流れ的にこんな感じですね。はい。途中東京からね鎌倉の方に引っ越したり、それ忘れてましたね。ありますけど、はい、ちょうど息子が生まれて、1年後ぐらいにね。そうですね、1年後ぐらいに、3年前ですね、鎌倉に引っ越してきて、はい、スローライフを今は送っております。鎌倉ライフ、はい、しております。はい、そんな2025年4月、はい、皆様にねご報告があります。はい、もう一つ、はい、私たち事で恐縮ですが、はい、現在ですね、実は、私お腹に新しい命を授かっております。はい、第3子となります。妊娠してます。はい。はい。で、予定日が7月20日前後なので。もう早いですね。あと3ヶ月後ですね。はい。はいに出産を控えております。はい。なので、これまでね、妊娠だいぶ今もねお腹もちょっと目立ってはきてるんですけれども、結構取りだめをしているので、はい。そんなマタニティヨガばっかりになるってことはないんですけれども、はい。無事に出産が迎えられるように、はい、整えていきたいと思います。はい、B フローの、ね、動画の方は週1本ずつね、上げていっても、全然出産後まで持つような形で、今までねかなり撮ってきましたので、もうニュージーランドとフィジーでもねそれぞれ20本ずつぐらい撮っているので、もうだいぶストックはあるんですよね。今現在でいうと多分、ニュージーランドで撮影したものが多く流れてると思うんですけれども、今ね今だから言えるのは、ニュージーランドの撮影もね、妊娠初期で、結構ねその当時は食べ座りなので、ちょこちょこね空腹にならないように食べながらの撮影で挑んでましたね。はい、でも無事何事もなく撮影を終えることができて、はい、安心しております。なのでちょっと豊洲のねワークショップは5月までで一旦、ちょっとお休みをねもらうようにしております。はい、鎌倉のワークショップは近いので、結構ギリギリまでできるかなと思いますので、ぜひご参加ください。はい。はい、そのような感じで、はい、2025年ね、あと1年でね、10周年ですね。そうですね。はい、今後ともね、皆様のご協力を得ながらね、この B フローどんどん盛り上げていきたいと思いますので、これからもね、応援のほどよろしくお願いいたします。本当に皆様からの毎日のねコメントだったり、温かいお言葉が本当に私たちの日々のモチベーション維持と活力と、ね、なっておりますので、ぜひねコメントを通しながらコミュニケーション取れたら嬉しく思います。ということで今後とも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。